マイクロソフト、Google、オープン AI、アンスロピックが揃って AI 引き出したんやろ。もう完全に4社の殴り合いや。そう思うよね。でも実はマイクロソフトの秘書、開けてみたら中身はアンスロピックのクロードが動いてるの。待って、マイクロソフトってオープン AI と組んでるんじゃないの？そこが今日の確信なの。実は2026年3月から両社は水面下で技術統合を進めてて。へえ、じゃあ今日はそれ全部教えてくれるん？マイクロソフトが自社の AI を脇に置いてでもクロードを選んだ本当の理由、4製品の値段の違いまで全部見ていくね。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。4社とも結局同じことやってるんでしょ？ AI に秘書やらせるってだけで。そう思うよね。でも実はそれぞれ担当してる仕事の範囲が全然違うんだよ。そうなの？てっきりみんな同じ機能だと思ってたよ。整理するとね、今4製品で揃ってて、それぞれ得意分野がきれいにバラバラに分かれてるの。まずコパイロットコワーク、これは法人向けのマイクロソフト365の中で複数ステップの作業を最後までやりきる担当なんだよ。複数ステップの作業って具体的にどういうこと？チャットで質問して答えをもらって終わりじゃなくて、実際に手順を踏んで作業を最後まで進める実行フェーズがあるってことなの。なるほど、秘書が本当に手を動かして仕事を片付けてくれるってことか。次はジェミニスパーク。これは Google の個人向け AI エージェントで、複雑なワークフローの自動化とスケジュール管理が専門なの。個人の予定管理とタスクの段取りを自動でやってくれる感じ？そういうこと。会社の業務じゃなくて個人の生活に寄り添うタスクが得意なんだよ。クロードコワークはメールの下書きや送信、整理、それにカレンダー管理とファイル作成更新が中心の担当なの。つまりメール秘書兼スケジュール管理って感じだね。そしてチャット GPT ワークはアプリをまたいでシートやスライドや資料みたいな完成物を何時間もかけて自律的に作り上げるタイプなの。完成品をドーンと一気に作ってくれるタイプなんだ。そう、4社とも秘書って呼ばれてるけど、実は中身の役割は全然別物なんだよ。同じ土俵で戦ってると思ってたけど、実は住み分けされてたんだ。そうなの。この違いを知らないと自分に合う秘書選びでうっかり失敗しちゃうんだよ。ちょっと待ってよ。さっきの4製品って全部バラバラなのに、マイクロソフトのコパイロットはオープン AI と組んでるんじゃなかったってね。そう思うよね。私も最初その話聞いた時はびっくりしたもん。でも公式ブログにはっきり書いてあるの。コパイロットコワーク羽ね、今年の6月16日に世界中の M365 ユーザー向けに正式リリースされたんだよ。それで結局中身はオープン AI の GPT を使ってるんでしょ？それが違うの。否定で動いてるのはオープン AI じゃなくて、なんとアンスロピックのクロードなんだよ。ライバル会社の AI を自分とこの看板秘書サービスに使ってるってこと？そうなの。搭載モデルは OPUS4.8 チトソネット 4.6、 公式ブログに社名まで名指しで書いてあるんだから。クロードってあのアンスロピックが作ってる賢いって評判の AI だよね。そう。しかも OpenAI の GPT-K は先行プログラム限定で標準では組み込まれてないの。待って、マイクロソフトが自社の看板 AI をあえて外して使ってけんってこと？公式ブログにもクロードコワークの技術基盤をコパイロットに統合したってちゃんと書いてあるんだよ。そんな前から手を組んでたの？僕全然知らなかった。実は今年3月の発表からずっと動いてた話でね、 GA でついに全世界に広がったってわけ。つまりマイクロソフトの秘書サービス、中身はライバルのアンスロピック製ってことだよね。そういうこと。しかもモデルピッカーではクロードソネット語も選べるようになってるみたいなの。頭パンクしそう。でも待って、そもそもなんでマイクロソフトはそんなことするの？それがこの話の一番面白いところなんだよね。ちょっと不思議に思わない？でもさ、なんでマイクロソフトはわざわざ凶暴のアンスロピックの AI を使うことにしたんだろう？白状すると、私も最初はマイクロソフトが AI 開発を諦めてアンスロピックに丸投げしたのかと思ってたの。じゃあマイクロソフトは自前で AI 作るのもう諦めたってこと？開発チームは？そこまで単純じゃないの、モッチー。ちゃんと経緯があるんだよ。
実はマイクロソフトって長年オープン AI と二人三脚でやってきた歴史があるの。それだけに今回アンスロピックを主力に据えたのは業界的には結構な路線転換だったんだよ。実は2026年3月9日、マイクロソフトはアンスロピックと手を組んでクロードコワークの技術基盤を M365 コパイロットに統合するって発表してたの。技術を統合するってどういうこと？もう合体しちゃったの？一番向いてる AI を選ぶマルチモデル方式でね。6月16日の全世界正式版だとクロードオーパス 4.8 とソネット 4.6 が標準で動いてるの。じゃあマイクロソフトは自前の AI モデルは使わへんの？ GPT5.5 も選べるけど、それは限定のフロンティアプログラム向けなの。 GA 時点の標準はやっぱりクロードなんだよ。じゃあ世界中どこでも同じように使えるってこと？それが違うの。 EU や EFTA、イギリスのお客さんだけは規定でオフになってて、自分でオンにしないといけないんだよ。なんでその3つだけ扱いが違うの？データの扱いに関するルールがその地域だけ厳しいからなの。それ以外の商用クラウドのお客さんは最初からオンなんだよ。なるほどな。地域ごとにルール変えてくるとかマイクロソフトも律儀やな。つまりマイクロソフトは張り合うどころかアンスロピックの頭脳を借りて自分のコパイロットを強くしてるってことなんだよ。対決っていうより結構がっつり手を組んでるタッグって感じだね。3月の技術統合発表から GA まで着々と手を組んできたのが今回でよくわかるでしょう。じゃあ結局クロードってマイクロソフトに取り込まれちゃったってことなの？逆なの。クロード自身もマイクロソフトの中にどんどん手を伸ばしてるんだよ。2026年7月7日、クロードコワークはデスクトップだけじゃなくウェブ版とスマホ版にも広がったの。へえ、スマホでも秘書使えるようになったんだ。作業の続きとかどうなるん？セッションとファイルはクロードアカウントに保存されて、どのデバイスからでも同期されるようになってるんだよ。それだけじゃなくて、同じ日にマイクロソフト365への書き込みツールも追加されたの。メールの送信までできるん？それも完全にマイクロソフトの中に入り込んでるやん。ただし Teams だけはまだ読み取り専用でね。後会社の管理者が許可を出さないと使えないの。ということはマイクロソフトはクロードを取り込んで、クロードの方もマイクロソフトに入り込んでる。お互い様ってことか。そういうこと。しかも値段を見るとクロードコワークが一番手を出しやすいんだよ。月$17からって僕のひまわりの種代よりちょっと高いくらいかな。そうなの。追加料金なしで全有料プランに同梱されてるから、実はかなりお得な部類なんだよ。チームで使う場合も同じくらいの値段なん？チームプランだと1席当たり年払い20、上位のプレミアムだと100になるよ。SSO とか管理機能もついてくるの。なるほどな。マイクロソフトに乗っかりつつ自分の入り口も広げてるってわけか。賢いな。片方が飲み込むんじゃなくてお互いに手を伸ばし合ってるのが今の実態なんだよ。ってことは Google も他社と組んで秘書作ってるんじゃないの？そう思うよね。でも Google だけは自社完結なの。ジェミニスパークっていう個人向けの秘書を出してるんだよ。2026年6月30日に MacOS 版のベータが始まったばかりでね。まだ提供範囲がかなり限定的なんだよ。限定的ってどのくらい絞られてるん？まず米国先行でね。米国なら Google AI プロの月$20でも使えるけど、それ以外の国はウルトラの月$100が必須なの。月$100？それ僕の回し車が3台買えるよ。しかも18歳以上で個人の Google アカウントじゃないと使えないの。会社のアカウントだと非対応なんだよ。個人アカウント限定って会社のパソコンで使いたい人はどうすればいいん？今のところは個人利用が前提だから、仕事用は別の手段を考える必要があるみたいなの。あと言語もウルトラ加入者は全言語、米国のプロだと英語のみっていう情報もあるんだよ。じゃあ日本でも普通に使えるの？提供除外地域は EEA とイギリス、スイス、ナイジェリアだから日本は対象外じゃないの。ただ実際の日本語対応はまだ要確認なんだよ。マイクロソフトとは真逆で Google は誰にも頼らず自分で全部やる派なんやな。そう、Google は自前主義。
だから高くても自社の技術力で勝負してるってことなんだよ。高機能を求める人向けって感じだね。対象を絞ってでも高価格帯でやっていく戦略なんだよね。マイクロソフトは競合と組んで Google は自社完結。じゃあ最後のオープン AI はどっちよりな。そうなの。実はオープン AI だけ情報がはっきりつかめなくて、存在自体がまだ怪しいところがあるんだよ。白状すると、公式ページの本文が直接は開けなくて、複数の大手メディア報道を突き合わせて裏取りしたの。オープン AI の新製品って本当にあるの？きなこでも見つけられないとか、逆に怖いんだけど。落ち着いて。公式 URL の存在自体と発表内容が複数のメディアで一致してることは確認できてるの。名前はチャット GPT ワークだよ。じゃあ何ができるっしょな。アプリをまたいでシートやスライド、ドキュメントみたいな完成物を数時間かけて自律的に作り上げるタイプなの。搭載されてるのは新モデルの GPT-5.6、ソルトテラトルナっていう3つの品種があるんだよ。太陽に土に月ってなんかロマンチックな名前だね。で、いくらするの？チャット GPT ワーク自体の固定サブスク価格はまだ公式に明記されてなくて、コーデックスみたいな重量制になりそうなの。ここも要確認なんだよ。誰でも使えるん？最初はプロエンタープライズエデュプランの人が先行で、数日以内にプラスとビジネスにも広がる予定みたいだよ。でも情報がふわっとしてるってことはまだ出たてほやほやってことやんな。そういうこと。だからこの動画で紹介した4製品の中で、チャット GPT ワークだけは公式の裏取りが完全には終わってない状態なの。きなこがそこまで正直に言うの、逆に信頼できるね。確認できてないことは確認できてないってちゃんと言うのが大事なんだよ。分野の動きが早いから余計にね。じゃあ結局4製品それぞれ全然違う立ち位置だったってことだね。ここまで来たら結局自分はどれを選べばいいのか整理していこうか。4製品とも一長一短で結局どれが一番お得なのか全然わからなくなってきたよ。実は選び方には3つの軸があるの。今の環境と値段と何をやらせたいか、この3つで決まるんだよ。まず、すでに会社でマイクロソフト365を使ってるならコパイロットコアーク1よだよ。クロードが規定で動いてるから追加設定もいらないの。あ、それさっきの話のことか。法人利用ならもう中身がクロードだもんね。次に Google 環境で高機能を求めるならジェミニスパーク。ただし月額$100で米国先っていう条件は覚えておいてね。月$100は僕も身に覚えあるよ。飼い主の課金癖と同じ匂いがする。3つ目、コスト重視で個人から小さいチームで使いたいならクロードコワークが一番手を出しやすいの。月$17から始められるんだよ。これは Y のお財布にも優しいやつやな。 M365 書き込みツールもついてるんやろ。そう、さっきの話、メールやカレンダーの操作までできてこの値段だからコスパはかなり良いと思うよ。最後にチャット GPT ワーク。アプリをまたいだ完成物を試してみたい人向けで、これは唯一まだ情報が固まりきってない製品なの。あ、それさっきの怪しかった話のやつか。情報が固まってないってことは様子見した方がいいってことを。新しいもの好きな人は試してもいいけど、料金とか対応範囲がまだ流動的だから、そこは頭に入れておいてほしいの。環境と値段と用途3つの軸で整理すると確かにすっきりするね。しかも1つ選んだら終わりじゃなくて、状況が変わればまた選び直せばいいだけなんだよ。なるほどな。これを知ってると明日から秘書選びで迷わなくて済むやん。そうだね。値段も機能も全部バラバラだから、自分に合うものを選ぶのが一番なんだよ。じゃあ最後に今日の話をまとめてもらってもいい？ AI 秘書競争って対立の構図で語られがちだけど、実際は各社が互いのモデルを取り込み合う相互依存の関係になってきてるんだよね。つまり対決じゃなくてみんなで支え合ってるってことを。意外だったな。そうそう。だからさっきの比較表はどれか一つが勝つんじゃなくて、今の自分に合うのはどれかで選ぶのが正解なんだよ。これ保存しとこ。後で絶対見返すやつだこれ。でしょ。状況が変わったらまた見直せばいいし、保存版として使ってもらえたら嬉しいな。
そういえばさて、飼い主のタブレットの充電器こっそり借りちゃったんだけど、バレてないよね。また借りパク？まあ動画のためだから今回だけは見逃してあげる。やった、ありがとうきなこ。今度おやつ代稼いだら飼い主にも何かお返ししたいな。 AI 秘書競争はまだ動きが早い分野だから正解は一つじゃないと思う。みんなは普段どれを使ってる？僕は全部試してみたい派。どれも一長一短だし、これからもどんどん変わっていきそうだもんね。こういう取り込み合う動きはこれからの業界の当たり前になっていくのかもね。だからこそこの比較表はしばらく使える保存版だと思うよ。油断できないよね。僕たちもちゃんと追いかけていかなきゃ。実はこの競合の AI を取り込む動き、マイクロソフト以外でも起きてるんだよね。それはまた別の動画で話すね。それは気になりすぎる。絶対見るから忘れずに教えてね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。